僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて最近の僕なんですけど、実はですね、久しぶりに、ペンタゴンのねゆうとくんとね会って、実はショッピングにねちょっと行ってきました最近。まあ一緒にこうカルスキルなんかをね歩いてカフェに行ったりいろいろなね服を見て回ったりしながら、久しぶりにこう割と普通に外を歩きながら楽しくショッピングをしましたね。まあすごいね可愛い服が途中にあったんですよ。こうトレンチコートみたいなんですけど丈はそんなに長くなくて、でちょっと薄っぽいベージュ色の秋に、まあ夏には合わないんですけど秋にぴったりなね服があったんですけど、ちょっとねお値段の方が高くてですね、1時間ぐらい迷った挙句、普段迷わない僕が、迷った挙句買わなかったんですけど、次またね行った時にあれば、ぜひね買わせていただこうかなと思っております。まああと久しぶりにね、天気のいい日にゆうとと一緒に外を歩けたのがすごく楽しかったですね。そんな僕ゆうたなんですけど、早速ね今週の1曲目を皆さんに紹介していきたいと思います。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でハートブレイカー。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくださっている皆さん、この時間は僕 NCT127 ゆうたのワンポイントお知らせコーナーです。僕がおすすめする NCT の曲題して今月の NCT を発表します。6月のテーマは NCT の雨の日に似合う3曲です。まずはですね NCT のピアノという曲を皆さんにおすすめしたいと思います。このピアノという曲すごい切ない曲なんですけど、雨の日にね一段と切なくなるのも僕すごく大好きなので皆さんにおすすめの一曲になってますね。続いてはこのナンバー NCT127 でロングスローディスタンスという曲ですね。雨の日に沈みがちな気持ちにこう寄り添いながらもこう前向きになれる曲なので皆さんにおすすめの一曲です。そして3曲目はこのナンバーラブソングという曲ですね。雨の日のシチュエーションにはすごくぴったりなんですけど、曲はすごいポップで、みんなに元気を与えれる曲になっているので雨の日におすすめの一曲となってます。以上 NCT の雨の日に似合う3曲でした。ぜひ番組が終わったらチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお楽しみください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。まずは前回出題したゆうたクイズの正解から発表していきたいと思います。僕ゆうたを知ってもらいつつマニアックなゆうた知識を身につけてゆうた博士になってもらおうという企画なんですけどね、もうおなじみですねこれは。問題はですね、最近僕ゆうたはあるアクセサリーにハマり出しました。それは何でしょうかという問題だったんですけど、ちなみにねヒントは夏によく使うアイテムということでですね、まあここ最近ではすごく簡単だったんじゃないかなと思います。正解はサングラスでした。はい、やっぱね夏にはサングラスってこう欠かせない必需品みたいなもんじゃないですか。で僕ねあんまり普段サングラスをしてこなかったんですよ。っていうのもこうあんまり私生活でさこう外歩く時に目立ちたくないなと思ってたんですけど、この機にサングラスもちょっとつけてみようかなと思い出してですね、最近サングラスにこうハマっております。でお気に入りの形だったり色っていうのはねもちろんみんなそれぞれあると思うんですけど、僕はですね結構こうデカめのレンズでこうリムをつなぐこうブリッジがあるじゃないですか横の。でそのブリッジが2本あるタイプのね結構ダンディーでセクシーなサングラスが好きなんですけど、最近はディータっていうねサングラスのブランドがすごいかっこいいなと思ってて、すごく有名でね、結構お値段もするんですけど、そのねサングラスをね1点、買いました。なんか最近というかこれからはねなんか服にこだわるというよりかはポイントになるねアクセサリーだったり、今紹介したサングラスだったり、カバンだったりね、目線がよくいく靴
靴だったりにこだわったファッションにねちょっとチェンジしていこうかなと思っていてですね、ラフなんだけどちょっとおしゃれな感じでいこうかなと思っております。はい、クイズに正解された方には抽選でステッカーをプレゼントします。当選の発表は発送をもって返させていただきます。正解したという方は届くのを楽しみにしておいてください。それではここで次の問題です。じゃじゃん。僕ゆうたは最近、体のねある一部がちょっとずつ上がってきております。そのある一部とは何でしょうかという問題ですね。これねいきなり何言ってんだって思うと思うんですけど、まあね実際ねある一部が上がっていってるんですよね。ちょっとずつですよ。それはもう気づかれないぐらいのレベルなんですけど、まあゆうた博士にねなっていただく皆さんにはねここもちょっとしといてほしいなと思ってこの、ね、クイズを出題しました。ヒントはですね、まあヒントって上がるとこってそんななくない上がるとこって皆さんもこう普段さここが上がるだろうなとかここが上がるここ下がるだろうなっていうのはあると思うんで、まあ、ヒントはねそんな感じですね。まあ上ですね、上半身のある部分が上がってきています。はい、ということでメッセージとツイッターで皆さんのお答えをお待ちしています。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームから、ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。締め切りは放送から1週間となります。正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げます。皆さんどんどんご応募ください。まあね今夏に向かったこうサングラスのねお話をこうちょっとしましたが、もう6月も皆さん後半ですよ。どうでしたかこの半年。まあ2021年もねすごくこの1月から6月までめちゃくちゃ早くてですね、今年1月からどう過ごしてきたんだろうって僕もねちょっと考えてみたんですよ。でまあ最近はね本当に1日が終わるのがこうあっという間で、このまま1年過ぎていくのかなと思ってねちょっとねゾッとする時もあるんですよ。実際振り返ってみればねこの1月1月2月かな2月から、日本でアルバムもこう NCT127 として出させてもらって、でね1位も取らせていただいたりソロでもお仕事をねさせてもらったりしましたが、やっぱりねこうみんなと触れ合う機会がねなかなか取れなかったりねできなかったりっていうのでね、個人的にはすごく充実させてはもらったんですけど、やっぱね心のどっかで物足りないなって思う半年でしたね実際ね。でこれねめちゃくちゃ面白いのが、最近こう数少ないね日本の友達がいるわけですよ。で日本の友達からもこう連絡が来てですね、最近何してるのっていう話をして、そういう会話から始まったんですけど、そのね友達も最近はこの時間が過ぎるのがすごく早い。で仕事もね聞いてるとね順調なんですよ。その友達も順調で何不自由な生活してるんですけど、なんかねこう物足りないと、何かをしたい、何か始めたいとかね、何か変えたい、新しいことをしたいっていうので僕にねこう相談をしてきたんですよ。25、26ぐらいだからこう、悩みも増えてきたのかなっていうので終わったんですけど、やっぱりね僕もねこうラジオさせてもらってみんなにねアドバイスだったりする時もあるんですけど、僕もねやっぱねそういう時間についてすごくこう悩むことがね最近増えてきたというか、このままでいいのかなとかね、何かしないとなっていうのはねやっぱねどっかあるんですけど、皆さんもねこの半年ねもう過ぎちゃったからしょうがないんですけどね、残りの半年ねなんかやりきったなってね言えるね半年にしたいですし、僕も一緒にね頑張っていきましょうということです。はい。ちなみに僕が時間が早いなと感じるのは、最近はですねこのラジオですね、このラジオをしてる時はすごく時間が過ぎるのが早いなと思います。みんなもねこのラジオを聞いてる時間早いなと思ってくれればね嬉しいんですけど、で時間が遅いと感じちゃうのはやっぱね昔はねめちゃくちゃあったのよ。で今強いて言えばダンスの振り付けをねするときはすごい時間過ぎるの早いなって思うわけ。なんでかっていうとこう一生懸命こう覚えて一生懸命体にこう染みつくように練習するじゃん。で一番遅いなって思っちゃうのがダンスのね場をね確認するときですね。他のメンバーの位置を確認してるときは僕は何もしないわけです。なんで長いなーってね正直ね思いながらやってますね。そんな感じですかね。
で、ちなみにですね、時間の感じ方が変わる理由はいくつかあるみたいですね。そのね、1紹介していきたいと思います。集中しているときは時間が早く感じるらしいですね。これはね、そうですよね。映画見たりしてる時でも、この映画の時はすごい早い、時間が過ぎるのが早いだったり、この映画見てる時ちょっと時間過ぎるの遅いなって感じだったりする時もありますし、その2、新しいことをやってみたり、未知の経験をすると時間が遅く感じる。そうですね。これはそうなのかな。やっぱり新しいことだったり、普段やってないことをやると遅く感じちゃうのかもしれないですね。確かにね、最近は同じことの繰り返しな感じするかもね。だから時間が過ぎるのが早いかもしれないんですね。みんなもね、時間早くて、時間過ぎるの早いなって思ってる人は、何かね、新しいことに挑戦するのも悪くないかなと思います。じゃあ、その3、体を活発に動かすと時間が遅く感じるだそうです。ちなみに僕は結構体を動かすタイプなんですけど、これはもっと動かせってことですね。すいません、もっと頑張ります。はい、じゃあ次いきます。その4、待ち遠しいイベントがあると時間が遅く感じる。子供の頃はクリスマスやお正月が待ち遠しかったものです。確かにな、そうなのかな。大人になるにつれてイベントごととかさ、クリスマスだったりお正月っていうのにあんまり執着しなくなったというか、子供の時はね、もうその時間が待ち遠しかったじゃん。もう1週間2週間前ぐらいからさ、プレゼント何にしようかなって新聞のチラシみたいなのバッて取って、このおもちゃが欲しいみたいなのチェックしてね、やってたりした懐かしいですね。確かにね、大人になるにつれてこういうのもあんまりないからね、なんかイベントだったりっていうのも親しい友達とかと作ってみたりするのも面白いかなと思いますね。あとね、年齢によって時間の感じ方も変わります。子供の頃の夏休みはあんなに長かったのになという経験はね、もちろんみんなにもあると思うんですけど、年齢に比例して時間の感じ方が短くなるそうで、10歳の子供の1年は20歳の人では半年なんだって。で、30歳では4ヶ月に感じるという法則があります。これやばくないですか？同じ時間ですよ。同じ時間なんだけど、10歳と30歳では全然違うということですね。で、25歳の僕が小学生のね、頃の夏休みの長さを感じるには、夏休みが3ヶ月ぐらい必要らしいです。やばい。もしね、へーとかね、そうなんだと思った方はですね、ぜひ一度ジャネーの法則でね、ググってみてください。今はね、コロナ禍でいつもと時間の感じ方が違っていて、調子を崩したりね、落ち着かない日々を過ごしていらっしゃる皆さんも多いと思いますが、時間を大切にね、過ごしていきたいですよね。なんで僕もね、本当いつになるかわかんないけど、みんなとね、オフラインでまた直接ね、会話できる日を、待ちながらね、一日一日大切に過ごしていきたいなと思います。それでは次の曲紹介に行こうと思います。僕最近この曲よく聴くんですけど、テミン先輩のね、アドバイスという曲なんですけど、初めてミュージックビデオを見た時に、わーかっこいいなと思ったんですよね。なのでね、みんなに紹介したいと思います。テミンでアドバイス。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、リスナーの皆さんからもメッセージをたくさんいただいていますので、ここでご紹介したいと思います。ラジオネーム新人ゆうたペンさん、毎週ゆうたくんの声を聞いて癒されています。ありがとうございます。こちらこそ。私は今年の2月から初めて一人暮らしをしているのですが、昨日洗濯物を干そうとしたらカーテンに花粉みたいな虫がついていたんです。虫がそんなに得意ではないので、あまりにびっくりして少しの間固まってしまいました。ゆうたくんも以前チャンミン先輩がゲスト出演された回で虫が苦手とおっしゃっていましたが、一番苦手な虫は何ですか？またお家で虫が出た時、メンバーの誰が一番頼りになりますか？私の予想ではドヨンくんが意外と頼りになりそうに見えます。コロナ禍で大変な時ですが、お体には気をつけて。ボブヘアでのカムバック楽しみにしています。ゆうたくん大好きです。ありがとうございます。そうですね、メンバーの中で頼りになるメンバーね、結論から言うとね、いないです。はい。
ね、うちらね、意外とこうそういう男気があるメンバーがいないんですよね。いなくて、多分僕の予想ですよ。なんかまだそんなカナブンとかね、まあ俗に G みたいなね、そのちょっと苦手だなって思う人が多い虫がメンバーみんなといる時に出たことがなくて、多分ね、僕の予想、虫そんなねカナブンとかが出たらみんな一斉に逃げますよ。で逃げて多分結局お前が行けよって多分なると思うんですよね。で結局多分もうってなって、まあドヨンが生かされるか、ドヨンが行くんじゃないですよ、生かされるんですよ。生かされるかジャニーが取ってくれるんじゃないかなって思いますね。はい。虫がもし出てね、どういう状況でどうなったかっていうのがあれば、このラジオで皆さんにお伝えしようと思います。はい、ラジオでね報告しますよ。じゃあ次行きます。ラジオネームゆうたみたみさん。私は海外の方から日本といえばゆうただよと言われ、最近ゆうたくんのファンになり、わあ、ありがとうございます。 NCT に入信したオタクです。だからまだ NCT のライブに行ったことがありません。これからたくさん動画やライブ DVD を追っていこうと思います。そこでゆうたくんに質問です。 NCT のここを特に見てほしいというところはありますか？たくさんコンテンツがあるのでどれから見ようか迷っています。まだまだ新米シズニーですが、これからも応援しております。お体に気をつけてといただきました。ありがとうございます。そうですね、まあ僕たちがやったファーストツアーのね DVD はすごくおすすめかなと思います。で個人的に好きなのはチェリーボムと、まあその舞台をねこう説明が難しいんですけど、結構いろいろこう舞台を使った演出をしていてですね、まあハートブレイカーだったりベイビードントライクイットだったりウェイクアップだったりってね、こうジャングルジムだったりっていう結構新しい、演出をしていたので、そういうところにも注目してほしいですし、あとなんだろうな、まあ、全部見てほしいんですけどね、新しく僕たちのことを知ったり興味を持ってくださる方には、まあ、全部見てほしいんですけど、まあそういう、コンサートだったり、あとですね、最近こう日本でも発売されたギンミギンミだったり、あとはこう、まあステージもステージなんですけど、まあリアリティだったりっていうのも僕たち結構撮ってるので、そういった面でこうステージとはまた違った魅力をこうお見せできるところなんじゃないかなと思うので、まあコンサートだったりステージを見つつ、たまにね時間がある時は僕たちの、ね、リアリティだったりっていうのを覗いてみてほしいなと思います。はい、ありがとうございました。メッセージ皆さんたくさん本当に。じゃあ続いての曲に行きたいと思います。 NCT127 でレギュラー。 We're not the same 내 유일한 가치 Yuta at home. ここで番組からのお知らせです。来月7月からニュースアプリスマートニュースのチャンネルプラスにインターフェムチャンネルが開設されることが決定しました。スマートニュースのチャンネルプラスとは、スマートフォンタブレット向けニュース閲覧アプリスマートニュース内の専用チャンネルで、日米で10チャンネルを超える多彩なチャンネルがあり、お気に入りを登録することができます。そしてこのスマートニュースのインター FM チャンネルになんと NCT127 ユータのユータアットホームのスペシャルコンテンツも掲載されることになりました。番組で放送されなかったオフトークやインター FM チャンネルでしかチェックできないコンテンツを予定しているので、ぜひ覗いてみてください。チャンネルの登録は簡単。スマートニュースのアプリをダウンロード、一番右のもっとのタブからインター FM を検索して追加を押してください。あとは NCT127 ユータのユータアットホームのスペシャルコンテンツをチェックするだけ。7月からスタートしますので、その時にはぜひチャンネルを追加してみてね。以上お知らせでした。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 Yuta at home. 今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。時間っていうのはね、本当にこう限られてるもんだから大切にねしていきたいなって、今回もねこのラジオを通して感じました。このねラジオを通してね、僕もねすごいもう一回はって気づかされたり、そのことについて考えたりってする機会がね増えたので、僕自身もねすごくこのラジオには救われてますし、感謝しています。もちろんね聞いてくれるリスナーのみんながいるからね、こうやってラジオもできるので本当に感謝の気持ちですね。
でそのね時間の使い方はまあ人それぞれだし、こうね幸せの価値観がねやっぱみんな違ってくるから、時間の使い方っていうのはこう変わってくるとは思うんですけど、最近まではね僕もね年取りたくないなとかっていうのを思ってたんですけど、最近はなんか年取るのも悪くないなみたいなね、なんかねもうよくわかんないんですよ。ある時は年取りたくねえと思うんですけど、いや年取るのも悪くないんじゃないのとか思ったりね、よくわかんない感情がねこう最近入り混じってるんですけど、まあみんなもね一緒にこう時間を大切にしてね、年を取った時にねかっこいいとか、なんかこの人すごい、まあそれね成功することがすごいっていうことじゃないから、そう人間的にこう成熟されたかっこいい大人にねなれるように頑張っていきましょうということで、皆さんの声を、僕にどんどんこれからも届けてほしいなと思います。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も皆さんぜひね僕の部屋に遊びに来てください。それでは皆さんバイバイ。Can you feel it? Can you feel it?